1976年の春、韓国の片田舎からソウルへと嫁いだ一人の若い女性がいた。その女性が50年後に知ることになる真実は、一枚の古びた手紙の中に静かに眠り続けていた。2026年の冬、病床に伏していた義母が息を引き取る直前のことだった。枯れ木のような細い手がゆっくりと枕の下へと伸びる。取り出したのは黄ばんで端がほつれた古い舞踏だった。義母はそれを嫁の手にだけそっと握らせた。夫には渡さなかった。50年間ただの一度も。封筒を開けると中には一枚の便箋が入っていた。1976年に書かれた文字が今も消えずに残っていた。差出人は妻の兄だった。遠く離れた故郷から妹を心配して送ったはずの手紙。しかしそれは夫の元には届かなかった。届けられることなく50年の時を経た。便箋の末尾にはこう記されていた。父が死ぬ前にどうか必ず伝えてほしいと言っていた言葉がある。と読み終えた妻の方を涙が静かに伝った。50年前に父が残した言葉が今ようやくこの手に届いた。なぜ義母はこれを隠し続けたのか。なぜ今になって渡したのか。そしてその言葉の意味は何だったのか。すべての答えは一人の女性の人生の中に刻まれていた。次はその女性が歩んできた道のりを一緒にたどっていこう。その女性の名はキム・スンジャ。1952年、韓国の小さな農村に生まれた。山と田んぼに囲まれた静かな村だった。家は貧しかった。それでも兄と二人で笑い合って育った日々は暖かかった。兄の名はチョル。3つ年上の優しい兄だった。妹の将来をいつも案じていた。勉強させてやれないことを誰よりも悔やんでいた。1976年、スンジャは24歳になっていた。その年、彼女はソウルへ出た。故郷を離れ、都会で新しい生活を始めることになったのだ。結婚という大きな選択を胸に抱えて、相手はソウルに暮らす男性だった。名若く、ドンス、真面目で、口数の少ない人だった。裕福ではなかったが、誠実だった。スンジャはその誠実さに、静かな信頼を感じていた。しかし、故郷の兄は遠かった。電話などなかった時代だ。頼りは手紙だけだった。チョルは妹を心配しながら何度も手紙を書いた。元気か、身体に気をつけろ。辛いことがあれば、すぐ帰ってこい。そんな言葉が丁寧な文字で綴られていた。しかしスンジャは知らなかった。兄が送った手紙の中に、父の最後の言葉が記されたものがあったことを、父はその年の冬に言った。チョルは父の臨終の床で、ある言葉を託された。そしてその言葉を妹への手紙に書き記した。その手紙がソウルの家に届いたのは1976年の秋のことだった。しかし、スンジャの手には届かなかった。なぜ届かなかったのか。誰がどんな思いでその手紙を隠したのか。それを知るにはもう一人の女性の存在を知らなければならない。スンジャの義母、つまりドンスの母の話を二人の女性の最初の出会いから辿っていかなければならない。スンジャがソウルへ来た年、1976年の秋、彼女はまだ20歳だった。田舎から出てきたばかりの若い嫁。言葉も作法も何もかもが違う土地で、彼女は息を潜めるように暮らしていた。夫のドンスは工場で昼も夜も働いていた。家にいる時間は短く、夫婦が話せる時間はほとんどなかった。そんな新婚の家にもう一人の女性がいた。ドンスの母、ジョンスクだ。ジョンスクは厳しい人だった。笑顔を見せることは少なく、言葉はいつも短く、すすどかった。スンジャは毎朝、その視線に縮こまりながら、台所に立った。最初の冬、スンジャは熱を出した。3日間、布団から起き上がれなかった。夫は仕事を休めなかった。旗にいたのは、義母だけだった。ジョンスクは何も言わなかった。ただ、静かに粥を作り、スンジャの枕元に置いた。その手は、冷たかった。でも、確かなぬくもりがあった。スンジャはその時、初めて泣いた。声を殺して、布団の中で泣いた。故郷の母に会いたかった。兄の声を聞きたかった。
しかしその思いを誰にも言えなかった。そしてまさにその頃、兄からの手紙がソウルの家に届いていた。スンジャの知らないところで、チョンスクの手の中に静かに収まった。義母はその封筒を開けただろうか、それとも開けずに隠しただろうか。50年後、その答えは1枚の紙の上にあった。しかし、その前に、この2人の女性の間には、もう一つ乗り越えなければならない出来事があった。その年の冬は、特別に寒かった。スンジャは、縫い物の仕事を続けながら、毎日を必死に生きていた。夫のウォンシクは、工場の仕事を掛け持ちし、家に帰るのはいつも深夜だった。2人の間に言葉は少なかった。しかし、それは冷たさではなかった。お互いに疲れていたのだ。そんなある朝のことだった。スンジャが台所に立っていると、義母のチョンスクが静かに近づいてきた。何も言わずに、そっとスンジャの隣に立った。そして、一緒に朝ごはんを作り始めた。それだけのことだった。たったそれだけのことだったが、スンジャの胸に温かいものが広がった。義母は不器用な人だった。愛情を言葉にすることができない人だった。しかし、その日から二人の距離は少しだけ縮まっていった。やがて、スンジャに子供が生まれた。男の子だった。チョンスクは、その子を腕に抱いたとき、声を上げて泣いた。それは、スンジャが初めて見る、義母の涙だった。あなたが来てくれて、よかった。たった一言だった。しかし、その一言が、スンジャにとっての転換点だった。ここが自分の家なのだと、ここで生きていくのだと、初めて、そう思えた瞬間だった。苦しかった日々も、孤独だった夜も、全部ここに繋がっていたのだ。二人の女性は、不器用に、しかし確かに、支え合っていた。その小さな積み重ねの先に、やがて、この家に、幸せ、と呼べる時間が訪れることになる。やがて、この家に、幸せと呼べる時間が訪れた。スンジャが嫁いで、3年が過ぎた頃のことだった。最初の子供が生まれた。男の子だった。シュートは、声を上げて泣いた。スンジャも、泣いた。理由は違ったかもしれない。でも、涙の温度は、きっと同じだった。小さな命が、この家を変えた。張り詰めていた空気が、少しずつ、ほどけていった。子供の笑い声が、台所に響いた。縁側に、3人で座った夕暮れがあった。シュートがこっそり、孫に飴を渡す場面を、スンジャは見て見ぬふりをした。そういう、小さな日々だった。派手ではなかった。贅沢でもなかった。それでも確かに、幸せだった。夫は無口なままだった。しかし、働くことを、一度もやめなかった。暗いうちに家を出て、夜遅く戻ってくる。その背中を見るたびに、スンジャは思った。この人は、言葉の代わりに、体で伝えているのだと。子供が2人になり、3人になった。家の中が、賑やかになった。姑も、少しずつ年を取っていった。髪に白いものが混じり始め、歩く速さが、ゆっくりになった。それでも、あの頃は、まだ何も知らなかった。幸せというものは、失って初めて気づくものだと。スンジャが40を過ぎた。ある秋のことだった。夫が、突然、倒れた。前触れは、何もなかった。朝、いつものように出かけていった。そのまま、帰ってこなかった。知らせを受けたとき、スンジャの頭の中は、真っ白になった。子供たちの顔が、浮かんだ。姑の顔が、浮かんだ。そして、夫と並んで座った。あの縁側の夕暮れが、浮かんだ。幸せだった日々は、こうして、突然に終わりを告げた。しかしそれは同時に、この家を支える、柱、が、誰であるかを、証明することになる始まりでもあった。スンジャは、泣かなかった。泣いている時間など、なかった。夫が言った翌朝、子供たちに食事を作った。姑の薬を、煎じた。畑の水やりを、した。誰かが、やらなければならなかった。その、誰か、が、自分しかいなかった。しかし夜になると、台所の隅で、膝を抱えた。声も出さずに、泣いた。壁に額をつけて、震えた。もう、限界だと思った。子供たちを連れて、実家に帰ろうかと、考えた夜もあった。この家を、捨てようかと、思った朝もあった。
姑が台所に入ってきた。何も言わずに隣に座った。そしてただ寸者の手を握った。言葉はなかった。慰めの言葉も励ましの言葉もなかった。ただ温かい手だけがそこにあった。寸者はその手のぬくもりでもう少しだけ立っていられると思った。姑もまた夫を失った女だった。息子を失った母だった。それでもこの家に残って嫁の隣に座っていた。その姿が寸者の答えになった。逃げなかった。帰らなかった。ここに残ることを選んだ。子供たちが育つにつれ、寸者の背中は少しずつ変わっていった。丸まっていた肩が伸びた。うつむいていた顔が前を向いた。柱を失った家は柱そのものが変わった形で再び立ち上がっていた。しかし寸者は知らなかった。姑がずっと胸の奥に抱えていたものを、あの黄ばんだ封筒を、そして封筒の中に眠る言葉がやがてこの家にもう一つの変化をもたらすこと。変化はある朝不意に訪れた。寸者は台所に立ちながらふと気づいた。泣いていない、悲しくないわけではなかった。ただ涙が出なかった。夫を失ったあの夜から何度泣いたかわからない。子供たちが寝静まった深夜に声を殺して泣いた。布団に顔を押し付けて泣いた。しかしその朝は違った。窓から差し込む光がいつもより明るく見えた。子供たちの寝息が温かく聞こえた。それだけで立っていられた。人は変わろうとして変わるのではないと寸者は思う。気づいた時にはもう変わっている。そういうものなのかもしれない。長男が初めて自分で弁当箱を洗った日、娘が泣かずに学校へ行った日、その小さな積み重ねが寸者の背骨を少しずつまっすぐにしていった。残ることを選んだ。その選択がこの家をもう一度家にした。しかし変化にはもう一つの顔がある。静かに深く長い年月をかけて熟成されたもの。誰にも見せず誰にも語らず胸の奥にしまい続けたもの。姑のスボンヌイムは何も語らなかった。50年間何もあの黄ばんだ封筒をただ抱えながら生きてきた。息子の嫁である寸者に最後の最後まで渡さなかった。渡せなかったのか、渡す勇気がなかったのか、それとも渡す時をずっと待っていたのか。答えはもうすぐわかる。姑が枕の下から取り出したあの封筒の中に全てが眠っている。50年の沈黙が今破られようとしていた。寸者の手が震えていた。封筒の端をそっと持ち上げる。50年の時間がそこに折りたたまれていた。姑のスボンニムはもう目を閉じていた。でもその口元にはかすかな安堵の色があった。まるで長い旅の終わりをようやく迎えたような顔だった。便箋は黄ばんでいた。折り目のところが今にも破れそうなほど薄くなっていた。それでも文字は残っていた。インクがにじんでいても確かにそこに言葉があった。寸者は声に出して読んだ。震える声でゆっくりと、妹よ、お前が嫁いでからずっと心配していた。知らない土地で知らない人たちの中でお前は笑えているか、泣いてはいないか。俺は病に伏せってからもそれだけを考えていた。寸者の目から涙がこぼれた。止まらなかった。父さんが亡くなる前夜、俺の手を握っていった。寸者に伝えてくれと。お前は何も悪くない。嫁に出したのはお前を捨てたのじゃない。幸せになってほしかったからだと。父さんはずっとお前のことを案じていた。夫のチョルスが隣で動きを止めた。声も出なかった。妻がこれほどの重みを50年間胸の奥に押し込めていたことを初めて知った。姑はなぜ隠したのか。きっと息子に読まれることを恐れていたのではない。息子の妻に余計な悲しみを背負わせたくなかった。その一心だったのかもしれない。それが姑なりの不器用な愛だった。封筒の最後に一行だけ付け足されていた。消えかけた文字でこう書かれていた。どうか笑って生きてくれ。今2026年の春、寸者は80歳になっていた。
あの言葉をようやく受け取った50年越しの兄からの手紙を2026年の春、桜が静かに散り始めていた。スンジャは縁側に腰を下ろし、庭を眺めていた。80年分の時間がその背中に積もっていた。兄の手紙を読んでからどれだけ泣いただろう。涙が枯れるまで泣いて、それでもまだ涙は出てきた。夫は隣でずっと黙って座っていてくれた。何も言わなかった。ただそこにいてくれた。それだけで十分だった。50年間スンジャは知らなかった。父が死ぬ前にあんな言葉を残していたことを。お前の笑顔が俺の誇りだった。その一言がどれほど自分を支えていたか知っていたならと思う日もある。でも今はもう思わない。義母は黙って抱えていた。50年間一人でその重さを思うと胸が締め付けられる。怒りではない。ただ切ない。スンジャには今3人の孫がいる。末の孫娘は今年で12歳になった。笑うと父に似ている。その笑顔を見るたびにスンジャは思う。命はこうして続いていくのだと兄が言っていた。笑って生きてくれ。やっとその言葉を受け取れた気がする。遅すぎたとは思わない。80歳でも言葉は届く。80歳でも人は変わることができる。夫が縁側に湯飲みを持ってきた。冷えるぞ。と短く言った。スンジャは小さく笑った。50年間ずっとそうだった。不器用ででも優しい人だった。手紙は今霧の小箱の中に入っている。義母がくれた封筒と一緒に2つの思いがそこで静かに眠っている。春風が庭の木々を揺らした。スンジャは目を細めて空を見上げた。次回この物語の最後をお届けします。50年という時間は長い。誰かの思いが届かぬまま眠り続けるにはあまりにも長すぎる時間だ。それでも春巡の義母さんは最後の瞬間までその封筒を手放さなかった。なぜ隠し続けたのか、なぜ今手渡したのか。その答えはきっと一つではない。人は誰でも言えなかった言葉を持っている。渡せなかった思いを胸の奥に抱えたまま今日を生きている。あなたの周りにもいるかもしれない。不器用だけれどずっとそばにいてくれた人が、口下手だけれど静かに湯飲みを差し出してくれる人が、その人の沈黙の中にもしかしたら50年分の言葉が眠っているかもしれない。霧の小箱の中で2つの思いは今日も静かに寄り添っている。届かなかった言葉も届いた言葉もどちらも本物の愛だった。最後まで見てくださってありがとうございました。この物語があなたの大切な誰かを思い出すきっかけになればそれだけで十分です。